こんにちは、あやはれです。今日は1週間分の晩ご飯をまとめて作り置きします。主菜7品と副菜としてスープの具材を作って冷凍します。加熱調理してから冷凍するので、食べるときはレンジ加熱するだけ。体力がある日にまとめて作っておくと達成感がある上に、明日から1週間晩ご飯の献立を考える必要がなくなります。今日の自分の頑張りが明日の自分を助けてくれます。ぜひ一緒に作ってみてください。今日使う保存容器と保存袋を紹介します。主菜を入れる保存容器はジップロックの正方形コンテナ、容量 700ml です。1人分のおかずを入れるのにちょうどいい大きさです。ダイソーの小分け保存容器 95ml×4 マス。食材を直接入れてもひっつかないのでとても気に入っています。ここにスープの具材を1食分ずつ小分けして冷凍します。ざる付きの保存容器は刻みネギを入れるのに便利。パラパラの状態で冷凍できます。長細い氷を作る氷結皿は今回大根おろしの冷凍に使います。底が柔らかいので中身を押し出せるようになっています。保存袋はスタッシャーのシリコンバッグ。洗って繰り返し使えます。必ずアルコール除菌してから食材を入れるようにしています。まずは鶏胸肉をカットします。470g の鶏胸肉1枚を 300g と 170g に分けます。切るときは繊維の方向を確認し、まずは3つに切り分けます。170g はフードプロセッサーでミンチにしてハンバーグにします。ミンチした鶏胸肉はボウルに入れておきます。残りの鶏胸肉はすべて一口サイズにそぎ切りします。鶏胸肉の繊維の方向を確認し、それを断つように斜めに包丁を入れます。この方法で切るとパサつきやすい鶏胸肉が柔らかく仕上がります。鶏胸肉を保存袋に入れます。酒大さじ1、蜂蜜小さじ1、片栗粉小さじ1、調味料をよく揉み込んで冷蔵庫に入れておきます。この手順は省いても OK ですが、やっておくとしっとりとした鶏胸肉に仕上がります。鮭は塩コショウして魚焼きグリルで焼きます。鮭は焼いて冷凍するだけで調理終了です。食べるときに簡単にタレを作って乗せるレシピを後ほど紹介します。粗熱を取って保存容器か保存袋に入れて冷凍します。豚肉は 100g ずつ2食分を測っておきます。余った 160g はスープの具材にします。スープの具にする野菜をカットしていきます。さつまいもは1/2分の1本分を厚さ 5mm 程度の半月切りにします。大きい部分は火の通りを均一にするためにいちょう切りにしておいてください。切ったさつまいもは鍋か深めのフライパンに入れておきます。これから8食分ぐらいのスープの具材を一気に蒸すので、あらかじめ大きめのものを用意しておいてください。残りのさつまいもは厚さ 1,2 センチ程度の輪切りにしておきます。こちらは付け合わせとして主菜に添えて玄米の代わりの夜の主食にします。後でまとめて蒸し焼きするので一旦避けておきます。人参は厚さ 5mm 程度の半月切りにします。切り終えたらフライパンに入れます。大きい部分はいちょう切りにしています。次は大根です。皮を剥いて半分残し、厚さ 5mm 程度のいちょう切りにします。今回買った大根は小さめで、通常の大根の1/2分の1ぐらいのサイズです。残り半分は後ほど大根おろしにします。
次にミックスキノコを作ります。椎茸は石突きを落として軸と傘を薄くスライスします。ぶなしめじは石突きを落として小房に分けます。えのき茸は石突きを切って半分に切ります。えのきは今回 200g 買って加えたのですが、ちょっと多かったので1人分なら 100g で十分です。エリンギ以外のきのこをすべてミックスします。ミックスきのこは1/3分の1の量だけ残してフライパンに加えます。最後に豚肉 160g を乗せます。水 100cc を入れて蓋をしたら中火で8分蒸します。残ったミックスきのこはみじん切りにして鶏ミンチのボウルに入れておいてください。豚肉に火が通っていたら火を止めてください。豚肉が赤かったり根菜類がまだ硬そうな場合は少し火を弱めて追加で 2,3 分加熱してください。粗熱を取ってから8食分に分けて冷凍します。豚肉の入った具とさつまいもの入った具の2種類のスープの具を作りたいので、さつまいもと豚肉をざっくり分けておきます。粗熱が取れたら小分け冷凍します。まずは豚肉を4食分に小分けします。大根、人参、ミックスきのこを均等に分けます。次にさつまいもを4食分に小分け。すべての具材を8食分に小分けできたら完成です。底に凹凸のない保存容器の場合はラップを使って小分けするようにしてください。食べるときは器に1食分の具材を入れて沸騰したお湯を 150cc 注ぎます。具材をほぐしたら調味料を入れてレンジ 600W で2分加熱したら完成です。今回は私がよく作る4種類のスープアレンジを紹介します。まずは定番の味噌汁。顆粒和風だし小さじ1/2分の1。蓋をしてレンジ 600W で2分加熱します。味噌小さじ1を溶かし入れたら完成です。次は中華スープのアレンジです。お湯 150cc を注いで具材を解凍したら鶏ガラスープの素小さじ1/2分の1、醤油を小さじ1/2分の1程度入れて蓋をしてレンジ 600W で2分加熱します。胡椒少々、白いりごまをたっぷり入れたらごま油小さじ1を入れて完成です。次はさつまいもミックスによく合う洋風アレンジを2つ紹介します。お湯 150cc を注いで具材を解凍します。顆粒コンソメ小さじ1/2分の1、塩コショウ少々。蓋をしてレンジ 600W で2分加熱します。軽く混ぜたら完成です。お好みで乾燥パセリを添えてください。最後はクリーミーな豆乳アレンジです。お湯 10cc を注いで具材を解凍します。豆乳 100cc、顆粒コンソメ小さじ1/2分の1、塩コショウ少々、ギーを小さじ1/2分の1入れます。蓋をしてレンジ 600W で2分加熱します。軽く混ぜ合わせたら完成です。食べたい時に3分で作れるスープの作り置き、ぜひやってみてください。主菜で使う食材をカットしていきます。エリンギは半分にカットしてから手で裂きます。レンコンは厚さ1センチの半月切りにします。チンゲン菜は3センチ幅にざく切り。さつまいもと一緒にこの後主菜で使うレンコンとチンゲン菜も一緒に蒸します。水 100cc を加えて蓋をし、中火で8分蒸します。粗熱を取ってからさつまいもを冷凍保存します。
もう一つ付け合わせとしてあると便利なのが水菜です。4センチ幅にざく切りして水洗いします。しっかり水気を切ったらキッチンペーパーを敷いた保存容器に入れてください。最後に上からもキッチンペーパーを乗せて冷蔵保存します。冷蔵保存で1週間シャキシャキの水菜がキープできます。ミニトマトはヘタを取って水洗いしたら水気を拭いて保存容器に入れておきます。食べたい時に水洗いなしでそのまま皿に盛り付けられるので、こちらもあるととっても便利です。長ネギをみじん切りします。今回は4分の1本分ぐらいあれば十分です。最近ハマっているみょうがも使います。5個入りパックを買ったので3個は粗い千切り、残りは輪切りにして刻みネギと混ぜ合わせます。残しておいた大根をすりおろします。今回は厚さ3センチ分 50g 程度だけ使います。動画の冒頭で紹介した製氷皿に入れて冷凍保存します。私は 250g ぐらいの大根おろしを4等分にしました。鶏胸ひき肉と細かく刻んだミックスきのこを入れたボウルに醤油小さじ1、顆粒和風だし小さじ1/2、生姜チューブ2センチ、片栗粉小さじ1、よく混ぜ合わせます。2等分して丸めます。油は引かずに直接フライパンにのせます。水 50cc を入れて蓋をして中火で5分蒸します。両面焼き目をつけたいので2分半ぐらいで一旦ひっくり返します。爪楊枝を刺して中まで火が通っているかチェックしてください。透明の肉汁が出てきたら OK です。火を止めます。保存容器に入れて粗熱が取れたら冷凍庫に入れます。食べるときは冷凍庫から取り出して付け合わせのさつまいもと一緒に解凍します。レンジ 600W で4分加熱します。水菜、鶏ハンバーグ、さつまいも、大根おろしを解凍します。耐熱容器に大根おろしを入れてレンジ 600W で20秒から30秒加熱します。塊をほぐします。ハンバーグの上に添えます。ポン酢大さじ1/2をかけたら完成です。鶏胸肉と蒸したチンゲン菜、レンコンを使います。タレを先に作っておきます。酒大さじ1、酢大さじ1、オイスターソース小さじ1、醤油小さじ1/2、オリゴ糖、蜂蜜でも OK です。小さじ1、よく混ぜ合わせておきます。フライパンにオリーブオイルを小さじ1入れて、鶏胸肉 300g をまとめて炒めます。軽く炒めたら蓋をして2分蒸し焼きにします。ある程度火が通ったら一旦半分の量は取り出しておきます。蒸したレンコンとチンゲン菜を半分の量だけ入れます。タレを加えます。タレがしっかり絡んだら完成です。保存容器に入れて粗熱が取れたら冷凍庫に入れておきます。食べるときは冷凍庫から取り出してレンジ 600W で4分加熱します。お皿に水菜、鶏肉の黒酢風炒めをのせたら完成。
タレを作ります。酒大さじ1、ケチャップ大さじ1、豆板醤小さじ1/2分の1、オリゴ糖小さじ1、よく混ぜ合わせておきます。フライパンにオリーブオイル小さじ1を入れます。鶏胸肉とレンコン、チンゲン菜を入れて中火で炒めていきます。タレを加えます。タレがしっかり絡んだら完成です。保存容器に入れて粗熱が取れたら冷凍庫へ入れてください。食べるときは冷凍庫から取り出してレンジ600ワットで4分加熱します。お皿に水菜、鶏肉のチリソース炒めをのせたら完成です。裂いたエリンギと細切りしたみょうがを豚肉で巻いていきます。みょうがが苦手な方はなくても OK です。片栗粉小さじ1を全体に薄くまぶします。タレを作ります。酒大さじ1、醤油大さじ1/2分の1、生姜チューブ2センチ、よく混ぜ合わせておきます。フライパンにオリーブオイル小さじ1を入れます。肉巻きを焼いていきます。蓋をして2分加熱します。繰り返して両面に焼き色をつけます。再度蓋をして2分加熱します。タレを加えたら完成です。保存容器に入れて粗熱を取ったら冷凍庫に入れます。食べるときは冷凍庫から取り出してレンジ600ワットで3分加熱します。水菜、肉巻き、さつまいもを肉巻きと一緒に加熱しそびれてしまったのでお皿に入れてレンジ600ワットで3分加熱します。ミニトマトを添えたら完成です。豚肉に片栗粉小さじ1をまぶします。タレを作ります。醤油小さじ2、ニンニクチューブ2センチ、よく混ぜ合わせておきます。フライパンにギーを大さじ1/2分の1入れます。私はいつもバターの代わりにギーを使っています。豚肉、エリンギ、弱めの中火でエリンギがしっかりバターを吸うように炒めていきます。豚肉に火が通ってエリンギがしんなりしたらタレを追加します。塩コショウ少々、しっかり味付けできたら完成です。保存容器に入れて粗熱を取ってから冷凍保存します。食べるときは冷凍庫から取り出して付け合わせのさつまいも、刻みネギも加えてレンジ600ワットで4分加熱します。水菜、豚肉とエリンギのニンニクバター醤油、さつまいもをのせたら完成です。魚焼きグリルで焼いて冷凍しておいた鮭を取り出します。付け合わせのさつまいも、蓋をしてレンジ600ワットで3分加熱します。鮭にのせるネギマヨを作ります。刻みネギを大さじ2、マヨネーズ大さじ1、レモン汁小さじ1、よく混ぜ合わせておきます。ネギマヨはそのまま添えてもいいですが、グリルで少し焼くのがおすすめです。水菜、ミニトマト、さつまいも、
鮭をのせたら完成です。鮭とさつまいもを耐熱皿に入れます。蓋をしてレンジ600ワットで3分加熱します。ネギ塩レモンだれを作ります。刻みネギを大さじ2、ごま油大さじ1/2分の1、レモン汁大さじ1/2分の1、鶏ガラスープの素小さじ1/2分の1、胡椒少々。よく混ぜ合わせます。水菜、鮭、さつまいも、ミニトマト、ネギ塩レモンだれを鮭の上に乗せて完成です。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。作り終わった後はいつもヘトヘトになるのですが、これで1週間献立を考えなくていい、今日頑張った自分本当にありがとうと思いながら今蓋を閉めています。冷凍作り置きは作りたての味にはかなわないかもしれないけど、時間をかけて超美味しいより楽して普通に美味しいが私には合っているなと日々思います。ダイエット中は特にストレスをためやすいので、少しでも心の余裕を作るためにまず自分に時間の余裕を与える。今日の動画から何か一つでも参考になることがあると嬉しいです。以上、あやはれでした。